今の会社で働いた、要は積み重ねた信用を失うわけじゃないですか。はい。希望を持ってくれたらいいなと思うから、そこに重きを置いてないというか、本当に一つのリソースとして見るだけじゃないですか。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ動画を配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日もよろしくお願いします。お願いします。本日、ちょっとご相談したいのがですね、最近うちの会社で特に優秀な人材が辞めてしまうケースが結構多いんですよ。これを防ぐ、効果的な方法、優秀な人材の流出を防ぐ効果的な方法みたいなのが、もしあれば、ちょっとお聞かせ願いたいなと思っているんですけど、優秀な人材が辞めていくっていうのを防ぐって可能なんですかね？どれだけの条件があったとしても、はい。辞める可能性はゼロじゃないから、様々な理由で、ゼロにはなんないですけど、だいぶ抑えることができるんじゃないですか。僕が思うに、昨今だと、例えば柔軟な働き方を推奨してみるとか、出社が難しいとか、そういうのがちょっとネックになってるんだったらリモートに切り替えてあげるとか、そういうのがちらほら思い浮かんだんですけど、その辺に関してはどう思われます？一つ目は、どういう風になりたいかだけですよね。会社として何がしたいのかっていう話が一つ。それによって許すも許さないもとか、施策も変わってくるだけなんで、僕が思うに人が働くことで得られるものとか、条件みたいなのでいくと、まず一つは給与額ですよね。報酬額が一つ。二つ目はやっぱり成長とか、学習機会とか。三つ目、お金以外の報酬、人脈とか、報酬、成長、人脈、いろいろあるんですけど、例えばそういうもの、会社から得られる報酬って、金銭報酬が分かりやすいのと、あと成長報酬みたいな話と、人脈報酬みたいな感じとか、定量的ではないものはいくつか。これが報酬です。あと条件としては、それこそ例えば勤務地とか、いろいろ入ってくると思うんですけど、さっきの防ぐ効果的な方法って言われたら、一番はやっぱ金銭報酬ですよ。もちろん、その業種によって出せる金額出せない金額がありますけど、究極はやっぱり金銭報酬額出せばいいじゃないですか。だってどんな偉そうなこと言ったって Google だろうが、Facebook だろうが Amazon だろうが、金出してますよねと。最終的にやっぱそれは、どんだけ Google が良かろうと、どんだけ Amazon が良かろうと、この会社が良かろうとって、金額報酬に乖離がありすぎたら、今の自分の全部ひっくるめて、スペック、人間性でも全部ひっくるめてスペックで、こっからここまでの給料が取れるとしたら、これの差が500万と2000万だったら、こっち行きますよね。僕らの引っ越し業者のスタッフとかっていうと、今、ミニマムはそれが300万から、どんだけ大手でどんだけ優秀だとしても現場だったら600とかなんですよ。なるほど。このゾーンの中で、うちが例えば仮に新卒とか入ってきた400ぐらいとして、他に行っても新卒400ですみたいな。これは確かに差別化して他のことで変えていかなきゃいけないけど、仮にこれがうちが600万にするよと言った瞬間に、まあまあ取れるんですよ。確かに。もちろん、金額以外のことも大事だから、さっき言った定性的な報酬も、例えばこの差を埋めるとか、これを超えるとかっていうふうに努力していくことは大事ですけど、究極は金銭報酬ですよね。リモートワークがどうのこうのって、じゃあ例えば仮に給料今40万もらってますと、出社ですと、ちょっといろんな都合があってリモートワークをしたいと思ってます。でリモートワークで同じ40万もらえる会社を見つけました。でこれじゃあ移ろうかなっていう時に、これ比較対象としては金銭報酬額一緒だから、そもそも条件としてリモートか出社かっていう話ですよね。このリモートか出社かっていうのに自分がリモートにしたいとして、この差分だけがプラスだとしたら、失うものって今の会社で働いた、要は積み重ねた信用を失うわけじゃないですか。経歴としても継続これだけしてるみたいなね。ちょっと失うものが定性的なんで分かりにくいんですけど、それの差、要は結局メリデメを比較するしかないんで、だから辞めるのにあたってこの会社に積み上げた信用も一回ゼロになりますね、新しい会社に。
このデメリットと、リモートになるっていうメリット、これをこうシーソーゲームしたときに、この人はこっちが勝ったっていうだけの話ですよね。でもこれ例えば、元の会社が給料を60万出すよと。もしくは60万だった。としたら、収入3分の2にしてリモートを選ぶかって多分選ばないですよ。それはリモートに20万の価値がないからですよね。っていう話じゃないですか。全部だからそのリモートがいいとか悪いとかじゃなくて、シンプルにそのメリデメの話だと思うんですよ。じゃああなた就職できますと。年収右側2000万の会社です。こっち400万の会社です。めちゃめちゃみんないい人だし、仲いいし、福利厚生もいいし、リモートでもいいし、めっちゃゆるゆる。成長もできますみたいな。会社の理念もいいです。社長もすごいいい人です。業績も伸びてます。片や2000万です。全然まともな仕事です。誰もが知ってる会社です。ただ、人間関係は保証しません。どっち行きますみたいな話。ほとんどの人こっち行きますよ。それはね、さすがに1600万の差があるんで。だからリモートだから行く行かないとかの重要じゃなくて、深掘ってみればメリデメの差なんで。同じ金額でリモートがいいから転職しますって言われたら、あなたのところで働いた積み重ねた信用と、リモートっていうメリットを掛け合わせられた時に、あなたの会社で働いた仮に5年間だとしたら、5年間の信用よりもリモートの方が勝ったってだけの話。だから、解決する方法は単純に給料上げるしかない。給料上げるのが一番早いし、分かりやすいし、いいことだと思いますよ。だから僕らもやっぱり別に給料自体を否定してるわけじゃなくて、もちろんお金よりも大事なものはあるけれども、でもやっぱりお金も皆さん大事だから、やっぱりさっきの社会的地位じゃないけど、収入がどれぐらいというかっていうことで、できることも広がるし、なので、給料は基本的に上げるということを目標にして、ちょっとずつでもいいから、できる限りでもいいからやっていこうっていうふうに、うちはやってるわけですけど、なるほど。話戻すと、なので、効果的な方法を言うんだったら、給料上げる。以外にはないですかね。だから、さっきの話で言いたかったことは、以外あるけど、それは5万の差とか1万の差を埋めるためにいろいろやってるだけだって、5倍になったら無に返す可能性がありますよって極論を言ってるだけですよ。差をつけられないから、あとは考え方ですよ、最初に。僕は別にだからお金だけじゃないと思ってるんで、人間として大事なことを教えたいとか、人にとってその仕事っていうのは何なのかとか、教育をしたいみたいな感じが多分強いですよ。僕みたいにその、ちょっとアウトローというか、ほっといたら道を外れちゃいそうな子とか、平凡な望んでないような道に進みちゃいそうな子を、希望を持ってくれたらいいなと思うから、活躍させてあげたいなと、一人でも活躍させてあげたいなと思ってたりもするから、もちろんその教育やりたいんでやってますし、で業種においてもやっぱりじゃあこれスタッフの子が年収2000万もらえるかって言ったら今現状考えられる延長線上は難しいんですよ。スーパーインフレとかにならない限り。なので給料額を今変えられてないんで、他のもので差別化したりとか、大事なものをちゃんと教えたいから大事なことを主張してるだけなんで、でも究極は金銭報酬を上げればいいんじゃないですか。なるほど。ちょっと話それますけど、じゃあその引き止めようっていう時に、辞めさせたくないからリモートがいいって言ってるんで、じゃあリモートにしてあげるよとか、じゃあフレックスだったら働きますけどフレックスにしてあげるよっていうのは、あんま良くないですよね。と僕は思ってる。だって辞めないことを条件にそういう条件変えるっていうことは、うちでも例外はありますよ、正直。例えば親の介護が必要で、どうしても本当は続けたいから、でもリモートはできないと思って辞めようって思っちゃった子がいて、でも事情聞いたら別にわがままでも何でもないし、一旦状況がしょうがないから特例で、じゃああなただけこういうので OK だよと、こういう本当にやむを得ない事情とか、会社が歩み寄れるんだったら、それは柔軟に対応してあげることはいいことだと思うんですよね。だけど別にそういうどうしてもみたいな理由がなくて、リモートにしてあげるとかは基本うちはあんまやんないですよね。例えばじゃあ世の中で Google とか、さっき言った GAFA みたいなのが、基本的にはもう在宅やめて出社しろという風潮じゃないですか。みんなが崇めてきたいい会社ですよね。でも日本はなんとなくそんな感じあるのかないのかみたいな。どっちかというとメディア的に流れてる話もオンラインが推奨されて、そうですね。柔軟な働き方がいいみたいな感じでやられてますけど、みんなが崇めてる世界のGAFAは出社義務みたいに戻してるわけじゃないですか。ということは何かしらそこにやっぱ意味があるわけですよ。
意味もあるし、そっちもいいと思ってるからやっぱやるわけだし、はい、リモートは僕もやっぱそっち派で、ただ人をリソースだと思ってるんだったら業託にしてリモートでいいじゃないですか。ただ金稼ぎたいだけ、会社で金稼ぎたいだけだったら、はい、業託でリモートに従業員変えた方が楽ですよ。管理しなくていいし、確かに成果物だけで判断できるんで、管理だけ考えたら楽ですよ。でもリソースですよ。そうですよね。はい。それ以上でもそれ以下でもないですもんね。やっぱり会社がどうしたいか、ただ儲けたいだけだったら別にそれが一番いいんじゃないですか。僕らも正直様々な人と話して、アップルさん業務委託にしちゃえばいいじゃんって言われるけど、それは嫌なんですよね。管理は確かに楽ですよ。めんどくさい問題も別に知らねえっつって。でも別に金だけ稼ぎたいわけじゃないから、しませんっていつも言うんですけど。はあ。でやっぱり Google とか GAFA が出社に切り替えたってことは、何かしらのやっぱね、リモートっていう枠組みの中で、やっぱ弊害があったんでしょうね。エンジニアでリモートですと。例えばこのプログラムを1ヶ月間で完成させてください。これだったら別に1ヶ月という時間の中で、このプログラムを完成させればいいから、管理する必要ない。これ社員だったら、正直多分進捗管理とか、マネジメントみたいな話になってくるんですけど、業託だったら、完成できなかったら金払えないんで、時間で働いてないから、楽じゃないですか。これだったら別にいいんですよ。でもはっきり言って作業ですよ。そうですね。この設計図通り作ってくれみたいな。工場の組み立てみたいな話ですよね。お金と自分の自由度、働きたい時に働くみたいなのために、仕事としては作業を本当に言われたことをやるという作業を請け負って評価はいりませんってことをやってるわけじゃないですか。あんま僕はそれ好きじゃないからやっぱり。でもやっぱ世間一般的にはね、リモートが求人を募る上でも強みみたいな、メリットみたいな位置づけじゃないですか。正直働く人の観点からすると、満員電車乗らなくていいとか、移動時間いらないとか、自分の時間に使えるとか、確かにメリットはある。メリットといえばメリットはあるんでしょうねと思うんですけど、今度会社にとってのメリットは何かなって考えたときに、本当はメリットはあんまないですよね。言うならば通勤交通費が減ったぐらいで、むしろ管理が本当は大変ですよね。時間管理しにくいじゃないですか。しにくいです。パソコン触ってる時間だけが勤怠の時間ねって言って、パソコンのログ取って時間計って、結局それやるにもお金かかるじゃないですか。めんどくさいし。でもそういうことですよね。でも今度は従業員だから、パソコン触ってない時間でもこういう仕事してましたって申告されて、じゃあエビデンスもらえればとか、そういうのもややこしいですね。会社にいるから全部真面目に仕事してるかって言ったらわかんない人もいますけど。とにかく会社としてはあんまメリットないですよ、はっきり言って。メリットないんだけど、結局そうじゃないと人が雇えないとか、求人が来ないから良しとしてるだけですよね、ほとんどの会社はって言うんですよ。そうか。強いて言うならば、あと管理がちょっと楽になるかもしれないですけど、リモート社員とか正直そんなにめんどくさいですよね。育成する気がないというか、そこに重きを置いてないというか、本当に一つのリソースとして見るだけじゃないですか。なるほど。ありがとうございます。引き止めるために柔軟な働き方の推奨したり、リモートに変えてあげたりっていうのは、やむを得ない事情を除いて、基本的にはあんまりそういうの良くないですよね。だってみんなそうしたいってなっちゃうから。みんなそうしたいってなっちゃった後で、結局戻すのってめちゃめちゃ大変なんで。確かに。給料の話もそうじゃないですか。最近新卒の給料上がりましたと。ね、今起きてる問題はと。新卒の給料が多分26万になったのに、1年前に入った新卒は23万からスタートで、1年経っても24万ですと。1年違うだけで2万、3万違うのかよみたいな。もっと言ったら、新卒30万にしましたと。それって、新卒で働いて5年経ってる27歳の俺と給料変わんねえじゃんみたいな。やってらんねえわってやっぱ思わしちゃう。でもそれを解除するんだったらみんな上げるしかないじゃないですか。いや、そうですよね。いくら上がるんですか、会社としてコストがみたいな話ですよ。このぐらいのレベルに多分変えるときってなっちゃうんですよね。そっか。だから、安易にあんまりやっちゃうと、あの人が良くてなんで私がダメなんですかとかって、どんどんなって、しょうがないからもう、じゃあやめますかって言われて、また同じ話があって、どんどんみんなリモートになって、どんどん出たくなってとかって、そうしたいならいいけど、
ちょっとやっぱり安易にするのやめた方がいいと思います。ありがとうございます。流出を防ぐ最も効果が絶大なのはやっぱり給与を上げると、圧倒的に上げるということしかないんじゃないかと思います。ありがとうございます。はいはい、皆さんからいただくいいねやコメントをいつも見ています。励みになっていますので、今回もよろしくお願いいたします。